にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、プルーンでやっちゃう、ラムプルーンアイスを作っていくよ。今シーズン初のアイスですね。ラムレーズンを食べたいなって思ってたら、プルーンをお友達からいただいたので、レーズンの代わりにプルーンでやってみたいと思います。プルーンもラム酒漬けにぴったりなフルーツですからな。きっと相性は抜群ですぞ。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。まずはプルーンをラム酒につけてきます。染み込みやすいようにある程度細かくしよう。これくらい。切れた。ポイポイとボウルに戻して。ラム酒をつけます。全体に行き渡るようにラップでグッと押し込んじゃおう。もしレーズンのパターンだったり、オイルがコーティングされてる、早めに染み込ませたいという時はフルーツ漬けについての動画がありますので、どうぞそちらを参考にしてみてください。では置いておきます。時間があれば冷蔵庫で一晩寝かせたっていい。そしたらアイス部分に行くよ。牛乳をお鍋に量る。そこにお砂糖。別のボウルに卵黄ちゃんだけを量るよ。割れちゃった。どうせ割るんですけどね。軽くほぐして。お砂糖さん。よくなじませてしっかりめに混ぜます。シャカ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 。そしたら牛乳の方を加熱。周りがふつふつしてくるくらい温めたら OK。 卵の方に混ぜながら加えます。卵だけの部分がなくなるまで混ぜたら、お鍋にこしながら戻して。氷水の用意を忘れてた。おっちょこ姫ですね。早すぎても溶けちゃうから。ではこのアパレイユを加熱していくよ。弱火から弱めの中火くらいでコトコト煮込もう。このままつきっきりで底を焦がさないように意識して混ぜよう。火が強すぎるとブツブツになっちゃうから気をつけてね。今やっていることはアングレイズですね。ゆるいカスタードソースみたいなものです。このアングレイズと立てた生クリームを合わせるのが、アイスクリームの基本ですね。3分炊きました。これくらいトロトロともったりしてきたら OK。氷水につけて急激に温度を下げてあげよう。ぬるい時間が長くなるとばい菌酸が増えやすくなっちゃうよ。もし火を入れすぎてブツブツなっちゃった時は、ブレンダーで混ぜたりすればなんとかなったりもする。もしもの応急処置ですね。温度が下がってきたところに、バニラエッセンス。冷たくなるまで冷やしたら氷水からあげて、冷蔵庫に置いておこう。次に生クリームを立てるよ。ガチャコン。これくらい。角が立つくらい。7分、8分立てだね。立
て具合はお好みで調節してみてください。たくさん立てると軽い食感、弱めに立てると濃厚な食感になりますぞ。どれだけ空気が入ってるかってことだね。生クリームの一部をアパレイユの方に入れて混ぜ混ぜ。見えないよ私。硬さが違うものは一部を混ぜて中間くらいの硬さに近づけてから混ぜるといいよ。戻して混ぜ混ぜ。そこもしっかりと。そして最後にお待ちかね、漬け込みラムプルーンの登場。ラム酒の汁の部分を入れる、入れないはお好みで。私は入れちゃうぜ。うほう、美味しそうじゃ。全体を混ぜてタッパーに流す。冷凍庫でしっかりと冷やし固めたら完成。それではいただきます。美味しい。濃厚なミルクのコクとラムの風味が最高。ラムたっぷりのプルーンもゴロゴロ入ってて食感に変化があっていいね。お酒もいい感じに効いてる。もしアルコールが苦手だったり飛ばしたいときは、一度加熱してアルコール分を飛ばしてプルーンなどをつけましょう。アルコール分はなくても、ラムの風味がついたフルーツとバニラアイスってシンプルに相性いいからね。今回はレーズンじゃなくてプルーンで作ってみたラムプルーンアイス、いかがだったかしら。プルーンの甘酸っぱさもラムとアイスにぴったりでしたな。あのくらいの生クリームの立て具合だと結構軽めのふわふわ食感でした。もっと濃厚めにしたいって人は牛乳を生クリームに置き換えたり、生クリームの立て具合を抑えてみよう。ぜひ作ってみてね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。